ところで望月さん、今回はどんな物語になるんですか？僕がちょっと今回考えているのは1944年のノルマンディーの情景をちょっと作りたいなと思っております。第二次世界大戦中、ナチスドイツ軍の占領下にあったフランス北西部のノルマンディー地方。そこにアメリカ、イギリスなどの連合軍が大規模な上陸作戦を決行。連合軍の攻勢と勝利のきっかけになりました。そして今回の登場人物はこの5人。どんな役割なんでしょうか？ドイツ兵たちはですね、怪我もしてますので、その怪我した状態でアメリカの空挺部隊に捕まりました。アメリカのその空挺の衛生兵がですね、怪我しているドイツの兵隊さんを応急手当てしているところですね。草を生した地面に戦車と兵士を置き、これで完成かと思いきや、なんとまだ半分ぐらいしかできていないそうなんです。兵士のフィギュアをよーく見てみると、おっと、まだ銃がない。そこで望月さん、自転車に乗ってやってきたのは行きつけのプラモデル屋さん。お目当ての銃はありますかね？あったあった。これタミヤさんのアメリカの兵隊さんが使ってた銃だけじゃなくて、こう火炎放射器とかバズーカ砲とか、これを今日買ってきます。望月さんがオープン当時から通っているこのプラモデル屋さん。店の常連さんとも仲良しなんだとか。戦車のジオラマやられる方ってどうしても戦車が大好きで戦車を主人公にしたい、もうそれだけをっていうの方が、多いのかなとは思うんですけど、望月さんはそのストーリーをよく考えて、それで、この前後はどういう物語があったんだろうっていうのまで考えて、多分おそらくそういうのが作品から伝わってきますね。仲間も認める望月さんの物語性。今回の作品も出来上がりが楽しみですね。お店を後にした望月さん。早速作業に取り掛かるのかと思ったら、あれ、自転車から降りちゃった。何か気になるものがあったんですかね？いや、この鉄道の橋のこの剥げ具合とかですね、上のそのリベットのところからのこの錆がこう下に垂れてるところとか。え、サビを見ているんですか？しかも真剣。でも何のために？自分が作っているその模型のその戦車の錆び方とか、そういうところにこう、これはいい参考になるな、ヒントになるなと思って、もう錆萌えっていうか、他の人から見たらなんか変な人だななんてね思われちゃうかもしれませんけど。へえ、戦車につけるサビね。そこにもリアルさを追求するんですか。こりゃあ徹底してるわ。自宅に帰り、再び戦車ジオラマ作り。先ほど買ったアメリカ兵の銃を兵士のフィギュアにくっつけるのですが、銃を撃つ構えってちゃんとあって、中にはきちっと表現されてない場合があるんですよね。撃ち方っていうのがあるんですよ。射撃方法っていうのが。あれ構え方とか、中にはちょっといい加減なやつもあるんで、多少自分で直してやる場合がありますね。
兵士の手付け直していますよね。もともとついていた手の角度に違和感があった望月さん。そこで手首の先を切断し、手の角度を変えたんです。比べてみると確かに違いますよね。小さくばらしてって自分でこう直していくっていうことも楽しみですよね。そして次は戦車の手直し。先ほど鉄橋で観察した錆を参考に鉄板を継ぎ合わせる鋲に色をつけていきます。で剥がれるところなんかはちょっとこうちょんちょんって色をつけることで演出ですよね。そういうのをちょっとしてます。さらに望月さん、ジオラマを見る人の目線を誘導しようとある演出を加えました。アメリカ兵に捕まった時にはですね、ドイツ兵がこう持ってた武器をここに出せと、見てほしいところにこう置くことで鑑賞していただけるっていうか、そういうことを心がけてますね。地面に銃を置くことでここで何が起こったのか、見る人のイマジネーションをかきたてる望月さんならではの演出。いよいよ完成間近。アメリカ軍に捕まったドイツ兵たち。彼らの行く末を暗示させるアイテムとして望月さんが持ち出したのがこの落ち葉。結構草むらのところにもですね、枯れ葉とかそういうのをやってますけど、ドイツ兵たちのその頂上から落ちていくっていう、負けていくっていう姿に重ねれるように考えてやっていました。ノルマンディー上陸作戦を受け戦況が急変。頂上から一気に転げ落ちていったナチスドイツ軍。彼らが日に日に衰退していく様を地面に落ちた枯れ葉で表現しようというのです。こんな感じですよね。はい、これで一応終了ということで、さあ作品が完成しました。題名はノルマンディー1944年8月。屈辱に耐えるドイツ兵たちの表情。アメリカ兵の威圧感。ドイツ軍が勝者から敗者へと向かう転落の一場面。望月さんはそれを落ち葉だけでなく錆を演出する色使いなどでくたびれ果てた戦車の姿にも投影したのです。戦車ジオラマを通して壮大な物語を描いていく望月さん。あなたにとっての極上ライフとは？やっぱり最初にですね、自分でこう作品を作るまでのこう構図を考えたり、資料を見ていろいろと自分の中で妄想しながらですね、どういう方向でやっていこうかっていうことを考えている時間が一番楽しいですね。
映画監督でもあり小説家でもありその絵描きになるんですよね。